変お待たせいたしました。ではまず事故の受付をさせていただきます。
すごいいい香りがしています。横手焼きそば初めて食べます。どんな味なんでしょうか。それではいただきます。ごちそうさまでした。車内がソースの匂いでプンプンします。洗い物はこのヘラだけですね。ウエットティッシュで入念に拭いておきます。さすがにこれ明日車内焼きそばの匂いしそうですね。納車帰りということで換気扇ついてないんですけど、この辺になんか換気扇つけたらですね、そしたら車中飯の匂いも外に排出できると思います。もうこのまま歯磨きも済ましておきます。着替えてベッド展開して寝る準備します。今回の車中生活、このインナールームシューズとダウンパンツですね。これ大活躍しました。寝るときはこれ着たら本当にあったかいです。すごい量ですね。さらに傘が増しています。かなり雪の量増えてきたんですけど、さすがに出られないということはないと思います。そう信じています。もう明日の朝しか分かんないですね。で、窓がですねかなり濡れています。車内が暖かくて外が冷たいんで結露がかなりできています。これ多分明日の朝は凍ってると思います。なんか外は嵐の前の静けさという感じで、そこまで雪降ってなかったのが逆に不気味ですね。この後めちゃくちゃ降ると思います。とりあえず着替えます。明日の朝方は現在の予報ではマイナス4度ですね。カセットガス使えないんで、またお弁当ウォーマーで温めておきます。30度設定ですね。ちなみに現在の車内の気温は 12.8 度とまあまあ暖かいです。結構このカーテンがですね窓の結露を吸ってくれます。なので朝起きてもシュラフは結露で濡れていません。これあってよかったです。先ほど少し寝たんですけど、もう今まだ眠たいです。今日はすぐに眠れそうです。またシュラフは二重で眠ります。いやー、ここに着いた時はもう風がゴーゴー言うて車も揺れて結構怖かったんですけど、風が収まって本当良かったです。でもこの後大量の雪が降るということで少し不安ですが、風が弱いことを祈ります。でもやっぱりこの鉄のテントは安心です。今日来る時も本当に不安だったんですけど、車内入った瞬間にかなり落ち着きました。この納車車中生活を通じてマイクロバカンチャスがだんだん自分の体に合ってきて自分のもののようになってくるのが実感できました。それではこのまま眠ります。
寒すぎるので風なんで車内を温めます。お、すごい積もってます。昨日ここ入った時はどうですか、5センチぐらいだったんですけど、これもう結構深いところまで行きます。手とかはもうすっぽり入ります。一晩でこんなに降るんですね。ちょうどタイヤのホイール半分まで埋まっています。で、車体下は開いてくれています。マフラーも大丈夫ですね。これでも今日一日置いていたら絶対埋まってしまうと思います。このリアバンパーのあたりなんですけど、この車内があったかくて熱で雪が溶けて、でまた朝寒くて凍って、こんな感じでカチンコチンです。もう氷の鎧でまとわれているようです。完全にこれ凍結してるんで、リアのドアは開かないですね。このドア付近下とか全部溶けて固まっています。この辺は風断のあったかいんですけど、弊害というところもあります。このサイドウィンドウも雪もたついてますんで、しっかり取らないと危ないですね。それでは一旦除雪して、それから車を動かして朝ごはんいただきます。さあ、開くでしょうか。開いた。よかった。これドア開けたらもうここ吸っています。すごい高さですね。でルーフから下ろしていきます。またソーラーも全く見えないですね。あ、この辺はなんか凍ってますね。車内の温度が外に伝わって雪が溶けているようです。これすごい痛なってます。一旦エンジンかけます。ドアは開いてくれます。よかったです。さあ、エンジンどうでしょうか。あ、かかりました。あとはフロントですね。下ろしていきます。この辺ちょっと凍っちゃってますね。板が取れました。このぐらいの雪ならこのマイクロバカンチャスでもうそのまま進みたいところなんですけど、今回の雪が結構ね重たいんですよね。でなんかもう固まってる氷っぽい雪もあります。なんでこの前も除去しておきます。はい、じゃあ次はスコップに切り替えます。やっぱ重たいですね。これはいい運動になりそうです。ようやく隙間が見えてきました。大体でいけると思います。はい、結構取れました。あとはもうマイクロバカンチャス4駆の性能に期待します。
こっちの駐車場綺麗に除雪されています。こんな奥にもあるんですね。なんか雪の要塞みたいです。マイクロバカンティスの高さ、さらに上を行く除雪された雪が積み上げられています。こっち側は丘みたいな感じになっていて、雪が結構積もっていて、なんか雪崩大きそうな感じもするんで少し離しました。それではこの雪に囲まれて朝食をいただきます。このドアを開けたままここ座ってるとほんと特等席ですね。あれ、なんか軽バンが来ました。この車ちょっと見たことありますね。達夫さんじゃないですか。クピオさんじゃないですか。あれ、ここで止まってたんですか。びっくりなんですけど奇跡的にね、昨日止まってました。昨日止まりました。すごい、こんなことあるんですね。いやびっくりしましたよねちょっと見せてもらってもいいですか。じゃあ、はい、あ、これいいですね。運転席のこれサイドサポートみたいな。あ、これ運転なくなります。運転ね、これね全然疲れないです。腰にいいかも。ここにクッションが入ってて、なんていうやつですか。ちょっとわからない。わかんないですか。アマゾン系です。これを車を友達から買ったんですけど、その時から最初からいろいろ買ってたんですよ。これとか、これやってみよう。あとここのこれ、これもいいですね。腕ね、結構長距離運転だ。だったらね、置く場所がないんで腕。はい、これ DIY されたんですよね。はい、床作って、床もあと棚とテーブルですね。すごい。もう釣りがすぐできるようにと、あと GoPro YouTuber の車ですね。完全に FF ヒーターもつけられたんですよね。FF ヒーターつけました。ちょっと見せてもらった方がいいですか。これはガソリンですか。灯油です。あ、灯油で。はい、換気しなくていいのがいいです。もうエブリィの中やったらもうこのまま冬でもあったかいですか。今回は一番寒かったんですけど、はい、上がってでも今朝で17度ぐらいまで。じゃあもう車内は T シャツでいける感じですね。もう車内は普通にあったかかった。へえ。ただ思ったほど温まんなかったですね。でもそのぐらいの方がいいですよね。あんまり暑すぎたら切ったりとかねしないといけないんで。そうそう、意外とちょうどいいぐらいかもしれない。これは何ですか。これは上に釣り用のボート積むんですけど、なるほど。下ろすときにこう回ってめっちゃ便利ですね車中泊関係ない。これもいいですね。登れるし、一応ここに床下収納すごいできるようになって、スキーありますね。スキーとか、この後行こうと思ってます。近くのスキー場ですか。はい、この辺いっぱいありますもんね。ありますね。すみません、ありがとうございました。いやー、びっくりしましたね。こんなことあるんですね。達夫さんも車中泊の動画を YouTube で上げられています。軽自動車の DIY の作りがかなり参考になりました。自分もいろいろ取り入れていきます。朝ごはんなんですけど、このランチパックの卵サラダあります。それとこのマルシェのハンバーグ買っていました。でこちらを焼いてランチパックの卵サラダハンバーガーいただきます。それでは思いっきりかぶりつきたいと思います。いただきます。
じゃあ行きます。ごちそうさまでした。また雪が吹雪いてきました。片付けてさらに南下していきます。このラップが貼り付くお皿、すごい便利です。このマネンタシートなんですけど、もうカット済みのやつを購入しました。これはニトリで買いました。やっぱりカットされてないロールのやつだったら使う時にこんな感じで曲がってて使いにくいんですよね。でもこれは全く癖がないんで使いやすいです。この折りたたみまな板もニトリで買いました。道の駅があの建物なんですけど、こっちがですね、奥の方に何かあります。何でしょうか。ちょっと行ってみます。なんか雪質が変わってきてサラサラになってきました。この上危ないですね。大きい雪がいます。これバーンって落ちてきそうです。この棒2メーター50センチぐらいあると思うんですけど、もう結構なところ埋まってますね。2メーターはいってると思います。マップで確認したらこの横が池なんですけど、雪の壁で全く見えません。この雪の壁の道、すごい迫力ですね。工場レストラン、今日は営業してないようです。冬は営業できないですよね。もうすぐにでも雪が落ちてきそうです。触れたら落ちますね。この出入りするのも危ないですね。レストランの横ですね。これ工場レストランってことなんで池のはずなんですけど、真っ白で何も見えません。すごい光景ですね。多分凍ってしまってその上に雪が積もってるんだと思います。あそこに少しだけ水面が見えます。やはり凍ってますね。この季節にしか見えない特別な光景です。ここの建物なんですけど、エアコンの室外機がこんなに上にある意味が分かりました。こういうことなんですね。それでは戻ります。なんかですね、この辺の雪積もってるところなんですけど、ちょっと青みがかっています。またその地域によって雪の特徴が違うかもしれません。ちょっと温度が高いんであられのような雪になっています。北海道を出発して今ここです。富山県がここなんでもうだいぶ近くなりました。で今からなんですけど、この日本海側高速道路あって結構早いんですけど、それだったら雪景色が堪能できないんで、山川、こっから日本海側ではなくてこの山川、長野県豪雪地帯たくさんありますんで、長野県通って富山に帰ります。後ろのカーテン開けるの忘れていました。これで走行中もルームミラー見えます。納車時ついていたデジタルインナーミラー、デジタルのカメラがなんかもう見えなくなっちゃったんで、もう外して直接鏡で見ています。あ、もう道の駅営業していますね。何か地元の食材買ってから行きます。熊注意の看板ありますね。で、熊出没注意、この辺で実際に出たようです。やっぱり山深いんで出ますよね。冬はさすがに出ないと思うんですけど、ただ今年は餌が豊富で冬眠していないクマが出たというニュースも出ていましたので、引き続き気をつけていきます。道の駅敷地内で出たようです。やばいですね。ここは確かに人通りが少なくて夜中もほとんど車止まっていなかったんで、クマは出てきやすそうです。はい、出発します。
道路沿いなんですけど、小さい宮みたいなものがありました。これすごい雰囲気ありますね。町からすぐ山に入ったすごい雪深い地域です。その中にポツンと佇んでいます。で、電気はなんかついていますね。で、これ道なんですけど、こんな感じで入ることができません。もう埋まっていて歩けません。なんかすごい神秘的ですね。今度は雪積もってない時期に一度訪れてみたいと思います。あれ、今ねちょっと進んで気づいたんですけど、なんか線がいってます。あれ、これワイパーで動かしても取れないんですよね。ちょっと外から見てみます。これ飛び石ですね。割れてます完全に。あ、こっから分かりやすいですね。飛び石、これここに当たってなんか線がブワーって伸びてます。ここまで多分手のひらなんでもう30センチぐらい飛び石あります。最悪や。どうしましょう。ちょっと保険屋さんとか車屋さんで電話してみます。大変お待たせいたしました。すいません、フロントガラスなんですけど、多分飛び石でひびが入ってしまったんですけど。承知いたしました。お怪我などはなさいませんでしたか？ではまず事故の受付をさせていただきまして、お客様に担当者がつきますので、そのものより、今回保険対象かどうか含めてご連絡させていただく流れになっております。はい、お聞きしたいんですけど、車乗らない方がいいって感じですかね。走行に不安がないようでしたら乗っていただいて大丈夫なんですけれども、はい、フロントガラスにひびが入っていって走られるのが不安なようでしたら、はい、乗らない方がよろしいかと思います。でも自己判断で大丈夫でございます。わかりました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、失礼します。はい、失礼いたします。なんか聞いたらですね、広がる可能性があるみたいなんで、養生テープで貼っときます。これ以上広がらないようにお願いします。こんなことあるんですね。飛び石初めてです。走っちゃダメかと思いましたが、大丈夫そうな感じですかね。でも走行中急に割れたら怖いですね。近場で休憩します。いろいろネットで調べてから焦らずに行きます。いただきます。
ごちそうさまでした。おせんべいのカスがたくさん落ちています。このテーブル動くんで下に落ちなくて助かりました。ゆっくりネットでいろんな例を調べたんですけど、やはりフロントガラスのひびは広がることがあり、広がると危ないということなんで走行不能になるようです。今んとこ広がってる感じはしないので、もう少し進みながら様子見たいと思います。で、修理する車屋さんは別にどこでもいいそうです。保険屋さんの紹介でも修理できるそうです。とりあえず暗くなってしまったんで、もう移動はやめてきます。ひび割りに進行があっても夜だったら分かりにくそうです。ここで一晩様子見て、明日の朝また判断します。一旦外行ってトイレ行ってきます。かなり静かです。音が全くしません。駅が近いんでもっと賑やかかと思いましたが、静かです。で、止んでいた雪がまた降り出してきました。これは積もりそうですね。ワイパー上げてきます。この軽トラすごいですね。多分長時間放置されていたんだと思います。ワイパーがこれ多分上げてたんでしょうね。でももう折れちゃってます。この雪の多さは恐ろしいですね。もうタイヤの上まで積もっています。それでは車内でヒーターつけて温まります。はい、アプリで確認すると現在の外気温がマイナス4度、朝6時がマイナス6度まで下がるようです。現在の車内の温度は 16.9 度とかなり快適です。今現在のバッテリー残量なんですけど、現在電圧が 12.6V ですね。で、ネットで教えた鉛バッテリー 12V バッテリーの電圧からの残量がわかるんですけど 12.6V なんで現在 80%、 結構ありますね。今日の晩ご飯なんですけど、いつも調理はこのガスでしてたんですけど、今回場所も場所ということなんで一回オール電化で調理しています。 IH と電子レンジ、こちらを使います。マイクロバカンチェスのサブバッテリーはこのソファーの下に 12V100A が2台あります。電子レンジと IH 調理器持つかちょっと心配です。 IH はできるだけ手短にパパッと調理していきます。食材なんですけど、この油揚げのうま煮というのがあります。これ新潟県の名物ですごい美味しいんですよね。で、レトルトのご飯もあります。半分は普通にカットして食べて、半分は卵とじ丼にしていただきます。はい。本当にこれカツ丼のように見えます。で、さっき自分油揚げって言ったんですけど、これ油揚げというそうです。一旦単品で食べてみます。それではいただきます。
ごちそうさまでした。料理終わってから3バッテリーの電圧が現在 12.3V です。12.3 なんで 70% 残ってます。10% しか減ってないですね。今回使った電気はこの照明以外に電子レンジご飯温めるので2分使いました。IH 調理器の調理時間はだいたい10分ぐらいだったと思います。鉛バッテリー2つのサブバッテリーでもオール電化調理で1食分は余裕で作れました。1泊2日ぐらいでしたら節電すれば全部電気でも持ちそうな気がします。汚れはついてないんですけど、軽くアルコールウェットティッシュで拭いておきます。やっぱりあれですね、電気使えたら便利ですね。カセットガスコンロだけで十分調理できるんですけど、なんかガスが使いにくい場所ではこういった電気重宝します。なんでこの DIY でここにカセットコンロ常設しようかなと思ったんですけど、 IH 調理器もあった方がいいですね。なんか完成した絵を想像するだけですごいワクワクします。こういうのは本当妄想してる時が一番楽しいです。飛び石で気持ちが落ち込んでいたんですけど、車中飯作ったり DIY の構想を考えていたら少し気分が晴れてきました。肝心の飛び石の状況なんですけど、トラックの後ろを走行していたからかもしれません。あんまり記憶ないんですが、原因がわからない状況です。割れてるので落としたかもしれないんですけど、走行中気づきませんでした。やっぱり走行中も雪降ってるとフロントガラスに雪がまとわりついてひび入ったのかどうか分かりにくいです。なんで発見が遅れたかもしれません。いや、とにかくもっと車間開けたらよかったなと思います。調べていて初めて分かったんですけど、雪道は砂利とかが結構混じっていて飛び石が多いみたいです。なので雪国のトラックの後ろを走行するときはかなり距離を空けた方がいいかもしれません。こればっかしは運なんで防ぎはないんですが、唯一できる対策が車間距離のようです。いやー、しかし納車帰りでフロントガラスを破損する人なかなかいないと思います。もしかしたら今日発見した雰囲気のいい小さな神社のような建物、あそこでちゃんと挨拶しなかったのでたたりが起きたのかもしれません。いや、逆に本当は守ってくれたのかもしれません。当たりどころ悪かったらフロントガラス割れて怪我している可能性もあります。多分守ってくれたんでしょう。ありがとうございます。おはようございます。今外気温がアプリで確認したらマイナス7度でした。車内は 1.5 度とそこまで冷えていません。結露も凍ってないですね。カーテンがびしょびしょに濡れています。今回の旅、このカーテンが本当にいい仕事してくれています。こうやって結露でびしょびしょの窓が鳴ってもカーテンのおかげであまり体につくことはありません。そして軽く断熱効果もあります。お弁当ウォーマーの電源はしっかりついたままです。あったかい感じはしないんですけど、キンキンに冷たい感じはしなくてちょうどいい感じです。いただきます。
結構雪積もってきてるっぽいです。フロントガラスの状況も気になりますんで、一旦外に出て様子見ます。やっぱりフロントウィンドウは結構積もってますね。でルーフは今回そこまで積もっていません。地面なんですけど積もってないとこ何箇所かあります。向こうもぽっかり雪が積もってない空間があります。で昨日の夜はマイナス7度ぐらいまで下がったんで積もる条件は整ってるんですけど、もしかしたらここの駐車場除雪車も来てないんでロードヒーリングが入ってるかもしれません。こんな感じで雪が溶けてる箇所があります。この辺は雪国豪雪地帯の駐車場はよく考えられてますね。ではフロントウィンドウの雪だけ落としておきます。あれ日々がですね、もしかして伸びてる？ちょっと待ってください。嘘。養生テープの端までひびが入っていて、それ以上は入ってなかったんですけど、伸びている。マジか。5センチぐらい伸びてる。これまだまだ伸びそう。走行していて割れたら大変なんで、もう走行できません。マジか。ここで走行不能。まさかの旅の終わりです。北海道で車買ってそのまま車中生活しながら北海道、青森、秋田、山形、新潟、長野県まで来て、次富山県でゴールだったんですけど、おっさんの大冒険途中リタイアです。こんな結末になってしまうとは。ちょっと中で車屋さん探します。近くの車屋さん見つかって来てくれることになりました。そのまま修理工場に持っていくようです。ここ駅近いので自分は電車で帰ります。この車はレッカーではなく乗っていかれるそうです。車屋さんが来られるまで時間ありますので、今回の旅の締めと納車車中生活で感じたこのマイクロバカンチェスの良かったところ、悪かったところをお伝えします。まずは燃費なんですけど、昨日ですね、ちょうどこの辺のガソリンスタンドで満タンにしました。そこまでの燃費を計算します。たくさん給油しました。北海道を出てここ長野県までの走行距離が1602キロ、前回燃費計算したところから528キロ走行しました。で今回入れたガソリンが 44.1 リッターなんで、1リッターあたり 11.97 キロ走行したことになります。北海道青森の前半戦ですね、それとほぼ同じ燃費になりました。どうでしょうか。キャンピングカーにしてはかなりいい方だと思いますが、普通車としてはぼちぼちといった感じですね。晴れてきましたね。雪も溶けてきました。すぐ近くの妙高山が少し見えてきました。山頂の方は見えないんですけど、半分ぐらい見えています。絶景です。で、あちらが黒姫山ですね。こっち側が妙高山です。2つ並んでます。黒姫山も山頂は見えないんですけど、姿が見れて嬉しいです。今回の旅はこういった絶景がたくさん見れたんで、本当に楽しかったです。冬の北海道は異次元でした。本州の自分では一生体験できないマイナス20度以下の車中華ができて、いい経験になりました。次はしっかり断熱してからもう一回冬の北海道挑戦してみたいです。そして東北が面白すぎました。好奇心がかきたてられます。なんかね、本当今まで来たことなかったんで、違う国に来たような人生が2倍楽しめる東北にはそんな魅力がありました。東北もまた行って車中で開拓したいと思いますんで、その辺もまた動画で皆さんにお伝えします。そして面白かったのがこの雪質の違いですね。北陸も東北も北海道も同じ雪だけど雪質が全く違いました。それに伴い雪装備も変わってきます。手袋も途中で変えました。北陸では防水が結構大事なんですよね。0度ぐらいなんで溶けたりします。でも北海道は溶けなくてもひたすら寒いんで、この防水よりも分厚さが大事になってきました。で今回暖房は FF ヒーターなかったんで、この岩谷のカセットガスファンヒーター持ってきたんですけど、これだけで十分でした。換気が必要なんでちょっとめんどくさいんですけど、旭川以外はもう暑いぐらいでした。旭川はこれをつけてようやく普通に動けるぐらいの寒さでした。それではこのマイクロバカンチェス自体の良かったところ悪かったところをお伝えします。旅の前半の締めでも気づいたことをお伝えしたんですけど、追加で感じたことをまたお伝えします。まず走りのデメリットなんですけど、これ高速道路ですね、意外と風に弱かったです。
風強いとこ走ったんですけど結構揺れました。やっぱキャンピングカーなんで重心が高いんで風に弱いかもしれません。晩婚なんでその辺強いかなと期待してたんですけど、強風の高速道路は結構怖かったです。でもこの辺は足回り強化ですね。スタビライザーとか評価ショックアブソーバー、そちらを変えれば風に強くなって安定するかもしれません。次はこのデジタルミラーなんですけど、相変わらず映りませんでした。あったかくなると映るんですけどね、何なんでしょうか。寒かったら電圧が下がるんでしょうか。で、車屋さんにメールして帰ってきたんですけど、はっきり原因がわからなくて見てみないとわからないような感じでした。で、こちらも保証対象外ということでした。これはマイクロバカンチスというか安い中古車のデメリットですね。で、一方メリットなんですけど、前半戦でもお伝えした通り、このターボ車がほんと快適すぎます。どんな登りでも他の車と同じように登れるので、どこまでも食べに行きたくなります。遠かった東北や北海道も近く感じました。車内も追加で気になる箇所あったんでお伝えします。この電子レンジなんですけどね、かなり便利で良かったんですけど、やっぱり鉛バッテリーだったら3回ぐらいしたらもう電気がなくなってきます。5分以上など長時間は結構辛いです。昨日1泊2日ぐらいだったらオール電化での調理も大丈夫かなと言ったんですけど、今日の朝コーヒー飲む時にもうサブバッテリー電気使えなかったんで、このポタテンの電気でお湯沸かしました。で、その後ですね、この冷蔵庫のコンプレッサーが動いた時、電流が多く消費すると思うんですけど、その時になんかバッテリーが止まってまた動いて止まってて結構頻繁に繰り返していたんで、もう冷蔵庫切りました。やはり電力の強化も必須ですね。この冷蔵庫の上テーブルなんですけど、これが結構使いにくかったです。ここに物を置くと毎回こう開ける時に移動させないといけないですよね。これが手間でした。なのでもう何も置けない状態でした。もしくはもう全て取り出してからその上に置く感じでしたら大丈夫です。でも忘れると結構めんどくさいですよね。で、中もですね、この開けてから見るときにこの上があるんで覗きにくいんで、この冷蔵庫は少し癖があるなと思いました。冷蔵庫は超大容量で、このマイクロバカンチェスの目玉の装備だったんで使うのを楽しみにしてたんですけど、意外でした。やっぱり実際に旅行かないと分かんないですね。で、新たに発見した良かったところなんですけど、このベッドですね、結構ねやっぱり角の精度がいいんですよね、林営さんは。なんで合成感もあって全然よれたり揺れたりしません。ここも全く隙間なくてもガチガチにはまっています。自分も N1 でベッドキットを作ったことあるんですけど、結構やっぱりよれたりするんですよね、揺れたりとか。この辺はやっぱりプロなんで、ビルダーさんの作るキャンピングカーベッドはすごいなと思いました。気になってたこのソファーの背もたれですね、ここに扉にこの木のところがガンガン当たるんで大丈夫かなと思ってたんですけど、今のところそんなに問題ないですね。傷もちょっと軽く叩いてるぐらいで大丈夫そうです。この辺は長期使ってみないと分からないと思いますんで、また何か不具合ありましたら動画にしたいと思います。しかしこのレイアウトは本当に秀逸です。長期の車中生活で使ってみて再確認しました。足を下ろしてもいけるし、お座敷モードであぐらかいてもいけます。で、上も余裕ありますんで、やっぱりこの高さが絶妙ですね。本当によく考えられた秀逸なレイアウトだと思います。で、今後なんですけど、やりたいことを追加で思い浮かびました。まずはゴミ問題解決するために、ここにリアラダーをつけて、で、ゴミ箱をですね、設置するか、もしくはもう大きいサイクルキャリアですね。自転車も設置できる大きいタイプです。そちらを設置します。大きいタイプの方がゴミ箱とか、あとはいろんなものとか収納できます。で、次はソーラーパネルですね。こちらちょっと容量少ないんで、大きいタイプに変えたいと思います。このソーラーパネルは夏場の遮熱効果も期待します。なので、ちょっと大きめのやつですね。ルーフキャリア乗せて、そこに大きめの、もうできれば400ワットとかのソーラーパネルで発電したいと思います。これから暑くなってきますんで、夏対策もやっていきます。もう一旦外そうかなと思ってます。で、断熱して、あとはクーラーですね、設置します。今考えているのはラクールというのを設置考えています。当初は DC12V クーラー設置しようと思ったんですけど、結構ですね、この雪国はエンカルで下から潮がバーってつくんですね。なんで静か域つけてもすぐにダメになってしまいそうです。で、ラクールをですね、静か域外に出せますんで、サイクルキャリアに設置しようかと思ってます。で、ラクールはもう発注しました。5月ぐらいに来る予定です。その次は冷蔵庫ですね。少し使いにくかったので、一応変えるかもしれません。もしくはもう冷蔵庫自体を変えるかもしれません。で、この入り口のすぐ横、ここにですね、キッチン作りたいんで、もうこの棚自体を取ってしまって作り変える可能性もあります。そっちの方がやりたいことに近づいて早いかもしれません。その辺もまたおいおい動画にしていきます。それでは車屋さんもうすぐした来るみたいなんで、帰る準備して電車に乗ります。
綺麗に治りました。純正のフロントガラスに交換で、費用は12万円でした。なのでもう保険使いました。等級一つ上がるようですが、保険屋さんが使った方が得と教えてくれました。そして今回、ガラス交換と別に遮熱フィルムを貼りました。わかりますかね？ちょっと紫っぽい感じになってます。これが遮熱フィルムで、色がついているタイプで、中が見えにくいようになっています。フロントとこの運転席と助手席のサイドガラス、こちらにも貼りました。夏、クーラーがよく効くようにと日焼け防止、透過率も車検対応なので、中から外は普通に見えます。なので、車内でご飯食べるくらいだったら、もうカーテンしなくても外から見えません。初めてこういった遮熱フィルムを貼りました。キャンピングカーとの相性バッチリですよね。また使い心地など実際に使用してみて感じたことがありましたら動画にします。費用はガラス3面で5万円台でした。融雪剤の塩化カルシウムまみれだった下回りもきれいに洗浄しました。簡単に下回り洗浄できるようにこういったものを作りました。これ庭の散水用の機械なんですけど、これを4つ取り付けました。で、この上を車通れば下回りがきれいに洗浄されます。これが実際の下回りなんですけど、納車時にオプションでエンドックスという油性の防水剤塗ってもらいました。なので結構黒いですよね。これで錆を防止します。こちらのシートなんですけど、ピクシスバーンの助手席になります。このペタってフラットになるタイプ、早速ヤフーオークションで3000円で売ってたんで買いました。納車車中生活で不便だったところを改良して、より使いやすい車にします。またこちらも完成したら動画にしますので、ぜひチェックよろしくお願いします。